おはようございます。たかしです。本日は5月17日水曜日、ただいま9時12分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。ではまず日足からですね。現在日足は上昇トレンド中、この GMMA の向きを見ていただいたらわかりますが、現在は上昇トレンド中、その中で今は天井圏ですね。過去の高値付近というところで一旦反発の下落をするのかどうかというところです。基本的には日足の GMMA の上で動いてますので、下がったところは日足単位での押し目買いが入りやすい、そういうところですね。直近もそうですよね。GMMA に接触してそこからの強い買いが入ってきてます。ただし昨日は下髭の陰線というところで一旦この上昇が終わるのかどうかっていうところを今は見極めていく、そういう局面に入ってきます。今ストキャスティクスはもう少し上昇余地がありますが、そろそろ高値圏というところには気をつけておきたいところ。それから気になるのが MACD ですね。現在チャートは上昇中、そして横ばいなんですが、MACD は現在下向きになってきてますので、ダイバージェンスの初動ですので、ここからの大きめの下落には注意をしておきたい。ましてや高値圏ですので、ここから一度この過去の下落のように大きな下落が起こる可能性もありますので、その辺には注意が必要です。ただしまだ日足単位では上昇トレンド中ですので、下がったところは買い、そして上がりすぎたところでの買いは危険ですので、押し目買いをするのであれば一度下落するのを待つのがいいですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足では三角持ち合いを下抜け、そして直近の安値付近からの反発、つまり現在はダブルボトムからの上昇になってきております。この上昇がどこまで続くのかですね。直近の高値のまずはこの緑丸を上抜けられるかどうかに注目です。現在4時間足の GMMA は横ばいですよね。横横の動きをしてますので、基本的にはレンジ。今はその中で高値を切り下げてきてますので、この緑丸の高値を上抜けてくると直近の最高値の172.2ぐらいまで上昇するとは思われますが、この緑丸を上抜けられない限りは今高値を切り下げてきてますので、もう一度この安値ですね、168円ぐらいを目指す可能性というところを考えておきたいです。ただ現在はこの黄色の切り下げライン付近に張り付いておりますので、本日ここを上抜ける可能性も考えておきたいんですが、ストキャスティクスは高値圏から下落中ですので、比較的まだ高値圏にありますので、ここからの上昇にどんどんついていくのは優位性がありませんので、もし大きめの押しですね、昨日の安値ぐらいまでの押しをつけるのであれば、そこからの短く押し目買いっていうのはいいとは思いますけれども、ここから上昇する場合は一旦様子見がいいと思います。そしてこの緑丸の高値ぐらいでどうなるかというプライスアクションに注目ですね。では1時間足です。日足の GMMA は上向き、4時間足の GMMA は横ばい、そして1時間足は上向きというところで基本的には上昇トレンドなので、下がったところを買っていくという押し目買いスタンスです。直近の戻り高値の緑丸を上抜けてきてますので、昨日深めの押しは入りましたが、結果的に GMMA の上に戻されてますので、下がったところは買われやすい、そういうところですね。先ほど4時間足で言ってました。昨日安値がここです。ここ今1時間足の目線切り替えポイントになってますので、このあたり 169.5 付近まで下落してくれば、そのあたりは再び反発する可能性が高くなってきます。ただ反発しても次1時間足の GMMA の下に潜り込んできますので、昨日みたいな急上昇が起これば別ですけれども、次の上昇が1時間足の GMMA で上値を抑えられるようであれば、そこからの下落になっていく。つまり次の下落が、ここからの大きな下落の初動になる可能性もありますので、それは注意ですね。昨日安値まで下がってきたところっていうのは反発しやすいところではありますが、そこからの次の上昇の勢いに注目です。で、本日まだ高値を目指してきた場合ですね、直近の高値の 171.1 付近が意識されてきますので、その辺までの上昇を見ておく。そしてそこでどうなるかというプライスアクションに注目ですね。基本的には上昇トレンド中ですので、この上昇トレンドを崩すまでは押し目買いなんですけれども、今は下がったところは日足単位での押し目買いも入りやすくなってきてますので、安易にショートエントリーはしない方がいいと思います。まずは昨日の高値を上抜けるか下抜けるかっていうところですね。上抜けてもすぐ上に天井がありますので、その辺は注意。で、下抜けた時は、次は1時間足の GMMA に戻すのを待ってから、そして GMMA で上値を抑えられてから、そこからの下落っていうところを見ておきたいです。それでは本日は以上です。
この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。